チャーリー・カークという人物に一体何が起こったのか。今回はですね、あるメディアが報じた彼の死にまつわるかなり衝撃的な物語の裏側に迫っていきたいと思います。公式発表とは全く違う驚くべき主張の数々をこれからスライドで一つずつ丁寧に紐解いていきましょう。この物語の核心はもうこの一文に集約されているんですね。これは単なる悲劇ではない、公開処刑だったと。これはこれから見ていく全ての情報のいわば出発点になる非常に重い言葉です。一体なぜ彼らはこの事件をここまで断定的に表現するんでしょうか。さあ、こちらがですね、公式発表と情報源であるメディアの主張の決定的な違いです。左側、 FBI が発表したのは単独犯による偶発的な犯行。一方で右側、情報源が主張するのは周到に計画された組織的暗殺。この2つの全く異なる物語の間に一体どんな真実が隠されているというんでしょうか。さあ、最初のセクションです。計画された処刑。情報源の記事はですね、これが単なる突発的な暴力事件なんかじゃなくて、ものすごく緻密に計画された出来事なんだと主張しています。ではその根拠とは一体何なのか、ここからぐっと深く掘り下げていきますよ。このスライドが示しているのはカークの死に至るまでの運命を分けた数ヶ月です。彼がですね、長年ずっと親イスラエルの立場だったのが、ある時を境に世界の腐敗構造に疑問を持ち始めてガラッと変わるわけです。まさに180度の方向転換ですよね。そして記事によれば、その変化が有力な資金提供者からの脅迫という非常に危険な結果を招いたと主張しているわけです。彼が足を踏み入れてしまった世界、それがこの隠された構造と呼ばれるものなんですね。記事によれば、これはカークが世界を裏で操る脅迫、影響力、そして腐敗の巨大なネットワークを指して使っていた言葉だといいます。彼が暴こうとしていたもののまさに核心、そして彼の命を奪ったとされるものの正体ということになります。そしてこれが暗殺の直接の引き金になったんじゃないかと記事が主張するのが、この一連のあまりにも衝撃的な疑惑です。イスラエルの児童人身売買ネットワークを暴露しようとしていたこと、自分が立ち上げた団体での不正経理を見つけてしまったこと、そして何よりも衝撃的なのが、彼自身の妻が人身売買に関わったとされる NATO 基地とつながるイスラエルの工作員だったというものです。これらは全て情報源の記事が提示するあまりにも個人的で危険な裏切りのリストなんですね。さて、次のセクションに進みましょう。デジタルフットプリント。ここから話は一気に現代的になります。そう、デジタル上に残されたちょっと不気味な足跡の話です。一体何が見つかったっていうんでしょうか。このスライド、もしかしたらこの話の中で一番ゾッとする部分かもしれません。事件が起きるその前に、イスラエル国内の IP アドレスからこんな検索が行われていた記録だと主張しているんです。搬送先の病院、担当する外科医、そして後に関わることになる人物の名前まで、まるでこれから起こる犯罪の計画書を事前に覗き見てしまったかのような、そんな恐ろしい偶然の一致だと記事は示唆しているわけです。中でも特に奇妙なのがこの数字です。約100回。これはイスラエル国内からタイラー・ロビンソンという人物が検索された回数です。情報源によれば、彼は公的な記録が何もない、まさにゴースト、存在しないかのような人物。考えてみてください。そんな無名の人物がなぜ事件の前にこれほど集中的に調べられていたんでしょうか。ここに計画の鍵が隠されていると記事は見ています。そしてもう一人、事前に監視されていたとされる重要人物がこのジョージ・ジンです。記事は彼を銃撃直後に意図的に騒ぎを起こして現場の混乱を煽ったクライシスアクターだと断定しているんですね。これいわゆる偽旗作戦なんかでわざと混乱を引き起こすために雇われる役者みたいな意味の言葉です。これら一連のデジタルフットプリントが私たちに投げかけるのはこの根本的な疑問ですよね。なぜ事件とは全く無関係のはずの無名な個人や場所が事件の何週間も前から遠く離れたワシントン DC とイスラエルからこんなにも執拗に監視されていたんでしょうか。偶然で片付けるにはあまりにも話ができすぎていませんか。そしてこの話はカーク個人の事件という枠を超えてもっともっと大きなテーマへとつながっていきます。セクション3、侵害された盾。ここから話は私たちが普段プライバシーを守るために信じきっているあのツールそのものが実は陰謀の一部だったんじゃないかというちょっと背筋が寒くなるような可能性に迫っていきます。記事が主張する VPN 乗っ取り計画の全貌がまさにこれです。まずマルウェアを作っていた会社が設立される。次にクリーンなイメージの社名に変える。そしてエクスプレス VPN みたいな有名な VPN サービスを次から次へと買収していく。そして最後の仕上げにその会社を元イスラエル諜報部員で固める。これまるでスパイ映画のプロットそのものじゃないかと記事を指摘してるわけです。
じゃあ、その盾の裏には一体どんな人たちがいるのか。情報源によると、スタッフにはイスラエルの諜報機関8200部隊、これはアメリカの NSA みたいなものですね。さらに潜入と暗殺を専門とするドゥーブレバン部隊の出身者までいるとのこと。そして創設者自身には詐欺での有罪判決歴があるとされています。プライバシーを守るはずの会社のトップたちが実は情報のプロ、それもかなり物騒な経歴の持ち主たちだったということなんですね。記事はね、この状況をすごく痛烈な、でも分かりやすい例えで表現しています。それはまるで世界で最も悪名の高い銀行強盗に自分の銀行の金庫を設計運営させるようなものだと。つまり私たちが大事なデータを守るために鍵を預けている相手が実はその道のプロ、世界一の鍵開け師だったっていう、なんとも皮肉な警告ですよね。さあ、そして最後のセクションです。誰が見ているのか。この記事が最終的にたどり着くのは、デジタル時代のプライバシーと管理に関する私たち一人一人に突きつけられた根本的な問いかけになります。この記事が結局のところ一番訴えたいこと、その確信はここにあります。もし将来の大統領候補でさえこんな風に監視されて都合が悪くなれば黙らせてしまうんだとしたら、じゃあ私たち一般市民のデータが本当に安全だなんて誰が言えるんでしょうか。これもうチャーレー・カークという一個人の悲劇じゃなくて、私たち全員に関わる問題なんじゃないかと、これが彼らの主張の根幹にあるんですね。情報源が描き出すのは、見えない力によって私たちの情報が、生活がコントロールされているかもしれない世界です。そして彼らが最後に残す問いは本当にシンプルで、でもものすごく重い。私たちのデジタルライフの鍵を本当は一体誰が握っているんでしょうか。この問いの答え、皆さんならどう考えますか？